秋も日増しに深まり、過ごしやすい日が続いています。この時期は収穫の秋とも呼ばれ、旬の食材が店頭に多く並びます。旬のものは美味しくて栄養価が高い上に安くなって嬉しいことばかり。料理をするのがとっても楽しみになります。今日の材料はこちら。野菜1人当たり 180g 取れる献立です。まずは副菜作りから。今日はじゃがいもと大葉だけで作るシンプルなポテトサラダを作ります。じゃがいもの芽が残っているとお腹を壊してしまうことがあるので、しっかりと取り除きます。一口大の乱切りにして水にさらします。軽く水気を切ったらふんわりとラップをし、電子レンジで7分加熱して火を通します。熱いうちにフォークでざっくりとホクホクとした食感を楽しめるように、少し塊を残すように潰します。お酢と塩で下味をつけて粗熱を取ります。味付けはマヨネーズと塩コショウのみ。千切りにした大葉を入れるといつもと違うポテトサラダを楽しめます。あっという間に完成です。今日の主役のおかずはコスパ最強の鶏胸肉。食べ応え抜群で節約の強い味方です。鶏胸肉はそぎ切りにして厚みを薄くしてあげると火の通りが早くなって時短できます。塩コショウを振って下味をつけ、片栗粉をまぶしてお肉のうまみを閉じ込めます。フライパンに油を引き、鶏胸肉の皮目を下にして中火で炒めます。皮目がこんがり焼けてきたら裏返して火が通るまで炒めます。ペーパーで余分な油を拭き取ってから、醤油、みりん、酒各大さじ2、砂糖大さじ1、にんにくみじん切り1/2かけ分を加えます。とろりとするまで煮詰めたら出来上がり。照り焼きチキンには千切りキャベツを添えます。氷水につけてあげるとパリッと美味しくなるのでおすすめです。今日のお味噌汁はレンコン。汁物に入れるとホクホクとした食感を楽しめます。今日はどんな器にしようかな。ポテトサラダには存在感のある華やかな豆皿を。最後に大葉をちょこっと乗せてあげると素敵です。メインのおかずには千切りキャベツを添えて、テリテリのおかずは食欲をそそります。おいしそう。コスパ抜群の鶏胸肉と旬の野菜を使った節約ご飯。野菜もたっぷり取れる献立です。照り焼きチキンはニンニクを効かせた甘辛だれでご飯がもりもりと進みます。息子はお肉も野菜もパクパク食べてくれました。すくすく大きくなーれ。今日はしゃぶしゃぶ用の豚肉が大容量パックで安かったので、使う分だけ残して、あとは冷凍保存しておきたいと思います。
まとめ買いしたお肉は1日に使う分量に小分けしてから冷凍保存をするのがおすすめです。解凍しやすくなるようにできるだけ平らに冷凍します。空気に触れると酸化して美味しくなくなっちゃうので、しっかりとラップで包んでジッパー付き保存袋に入れています。保存期間は2週間から3週間程度。節約にもなりますし、いざという時に使えてとっても便利です。今日の材料はこちら。野菜1人当たり 195g 取れる献立です。今日のメインのおかずは体がポコポコ温まる豚しゃば白菜の鶏煮です。春雨も入れて食べ応えを出していきたいと思います。白菜は3センチ幅に切り、春雨は半分に切ります。フライパンに白菜の半量を広げて春雨をのせ、残りの白菜と豚肉を広げます。ここにオイスターソース、酒、醤油各大さじ1、おろし生姜1/2かけ分、水 250ml を入れて蓋をし、強めの中火で火にかけます。煮立ったら弱火にして約15分煮ます。今日の副菜はひじきとちくわの炒め煮。人参は細切りにして、ちくわは斜め薄切りにします。ひじきは30分水につけて戻しておきました。水で 2,3 回洗ってざるにあげてよく水気を切ります。フライパンにごま油を熱し、食材をすべて入れて中火で炒めていきます。全体に油が回ったら、めんつゆ大さじ1と水大さじ2を入れて汁気が少なくなるまで炒めたら完成です。15分煮たら蓋を取って全体を混ぜます。水溶き片栗粉を入れて全体を大きく混ぜながらとろみをつけます。最後に粗挽き黒胡椒を振って香り付けにごま油を回し入れたら完成です。今日のお味噌汁は冷蔵庫に残っていたじゃがいもです。今日もささっと一汁二菜の晩ご飯。豚しゃぶと春雨を使ったおかずはボリュームも満点で食べ応え抜群です。最近は気温差が多くてちょっとお疲れ気味でした。こんな時にはビタミン B1 たっぷりの豚肉がぴったり。ふわっと香る生姜がアクセントになっていてとっても美味しいです。めんつゆ1本で決まる簡単副菜。息子も気に入って食べてくれました。今日の晩ご飯もとても簡単に作れますので、ぜひ皆様も作ってみてください。今日もお天気が良かったので、
次男と散歩がてらスーパーへ行ってきました。今日の晩ご飯の材料と子供が大好きなみかんとバナナを買いました。バナナは安くて手軽に栄養が取れるのでとっても助かっています。さて今日の材料はこちらです。1人当たり野菜 185g 取れる献立です。今日の副菜はナスの焼き浸し。この時期のナスは秋ナスとも呼ばれ、皮が柔らかくて甘みがあってとっても美味しくなります。ナスはヘタを切り落とし縦半分に切って皮に浅く切り込みを入れてあげると味が染み込みやすくなります。フライパンにごま油を中火で熱し、ナスの皮目を下にして並べて炒めていきます。ナスの皮が鮮やかになってきたら裏返してさらに炒めます。これくらいしんなりとしてきたらめんつゆと水各 30ml、 すりおろし生姜3分の1かけ分を入れて5分煮ます。ナスは切ってからすぐに油で炒めますのでアク抜き工程は飛ばしています。独特の渋みも油で調理するとほとんど感じなくなります。今日のメインのおかずはささみを使った節約レシピ。表面についている水分を拭き取って筋を取ります。一口大に切って塩コショウで下味をつけて片栗粉をまぶします。フライパンに油を熱し、ささみを中火で炒めていきます。ささみはパサつきがちですが、片栗粉をまぶしてあげるとしっとりと仕上げることができます。お肉に8割方火が通ったら豆苗ともやしを入れてさらに炒めます。野菜がしんなりしたら醤油、酒、みりん、砂糖を各大さじ1を加えて炒めて、塩と粗挽き黒胡椒で味を整えたら出来上がり。もやしと豆苗は価格の変動が少なくお手頃価格なのが嬉しい食材。シャキシャキとした食感も美味しくって大好きです。今日は節約食材をたっぷりと使った家計に優しいおかず。甘辛だれがよく絡んでご飯がもりもり進みます。ナスもジューシーでとっても美味しかったです。今日もあっという間に夕方に。子供のお迎えまで時間がないのでささっと晩ご飯を用意したいと思います。料理をするときは食材をあらかじめ準備しておくのがおすすめ。野菜は全部洗っておくと作業効率も良くなって時短できます。今日の材料はこちら。1人当たり野菜 175g 取れる献立です。今日の副菜は厚揚げこんにゃくの炒め煮。秋の味覚しいたけも入れて、ちょっと手間ですが飾り切りをしてあげると一気に華やかなおかずになるのでおすすめです。こんにゃくは8ミリ幅に切って中央に縦1本の切り込みを入れます。片方の端を切り目に入れてくるりんぱ。厚
厚揚げを入れると手軽に旨味と食べ応えを出せるのでとっても重宝しています。フライパンにごま油を熱し、食材をすべて入れて炒めて、厚揚げに焼き色がついたらめんつゆ大さじ2と酒、みりん各大さじ1を加えて汁気が少なくなるまで炒めます。今日のメインのおかずは白身魚の野菜あんかけ。人参は細切りにして、小松菜は根元を切り落として3センチ幅に切ります。玉ねぎは薄切りに。今日はお安く手に入るパンガシウスを使います。表面についている水分をペーパーで拭き取って一口大に切ります。塩コショウで下味をつけ、片栗粉をまぶします。フライパンにごま油を熱し、白身魚と小松菜の葉以外の野菜をすべて入れて炒めます。白身魚は身が崩れやすいので優しく炒めてあげましょう。食材に火が通ったら小松菜の葉を加えてさっと炒めて、弱火にしてよく混ぜ合わせた水 120ml、 鶏ガラスープの素小さじ1、酒、醤油、オイスターソース各大さじ1を加えてとろみがつくまで炒めたら完成です。今日のお味噌汁も冷蔵庫に入っていた残り物を入れて、味噌は弱火でぐつぐつ煮立てないように溶き入れるのがポイントです。今日もささっと晩ご飯の出来上がり。小松菜と人参がたっぷり入っていて食卓がパッと華やかになります。副菜も秋らしい一品に仕上がりました。お好みで七味唐辛子をかけていただきます。プリップリのこんにゃくが最高。とろりと絡んだ野菜あんかけは体も心も喜ぶ一品です。今日も野菜たっぷりのおかずで美味しい晩ご飯を楽しむことができました。今週も1週間お疲れ様でした。平日の最終日はできる限り余っている食材を使って冷蔵庫をきれいにお掃除したいと思います。今日の材料はこちら。1人当たり野菜 260g 取れる献立です。今日の副菜は小松菜が余っていたのでごま和えを作りたいと思います。中途半端に残ってしまった人参も。耐熱容器に小松菜と人参を入れてふんわりとラップをし、電子レンジへ2分加熱します。流水で冷やしてギュッと絞って水気を切ります。輪切りにしたちくわを入れて調味料と和えたら完成です。今日のメインのおかずはマッシュポテトのミートグラタン。4歳の長男はミートグラタンが大好きなのできっと喜んで食べてくれるはず。じゃがいもは皮を剥いて薄切りにして水にさらします。玉ねぎはみじん切りにします。じゃがいもは水気を切って
ふんわりとラップをし、電子レンジ 600W 6分から7分加熱します。フライパンに油を熱し、玉ねぎを中火で炒めて、玉ねぎが透き通ってきたら合いびき肉を加えてさらに炒めます。お肉に火が通ったら塩コショウを振り、ケチャップ大さじ3と中濃ソース大さじ1を加えます。味付けもとっても簡単なのでささっと作れます。じゃがいもは熱いうちにフォークで潰します。牛乳 60ml とバター 10g を加えて滑らかになるまで混ぜます。塩コショウを振ったらマッシュポテトの完成です。グラタン皿にミートソースとピザ用チーズを半量盛り付けます。その上にマッシュポテトを乗せて残りのピザ用チーズをかけます。あとはトースターで7分から10分こんがりとするまで焼くだけ。今日は椎茸と油揚げの味噌汁です。美味しそうに焼けました。ケチャップと中濃ソースで簡単に作れるマッシュポテトのミートグラタン。チーズがとろりととろけてとっても美味しかったです。今週は秋の節約定食で元気に楽しく過ごすことができました。気温差が大きく体調を崩しやすい時期です。皆様も体調に気をつけて楽しい日々をお過ごしください。それではまた。皆様の食卓に笑顔があふれますように。